室蘭、幕西遊郭を舞台にした漫画、親なる者弾劾。昭和初期、親によって遊郭に身売りされた11歳から16歳の4人の女の子たち。そのうちの1人は芸妓として料亭で芸を売ることになった。残る3人は精霊で女郎として身を売る凄惨な人生を歩んでいく。明治5年、札幌本島室蘭札幌間の着工、荒くれ労働者向けに幕西町の女郎屋ができる。幕西の坂では喧嘩が絶えず、人殺し坂とも呼ばれた。明治28年、道庁は正式に幕西を遊郭に指定。政財界の大物や文化人が集うようになった。明治37年、日露戦争が勃発。2年後、203高地で激闘した第七師団が室蘭に凱旋した。明治42年、室蘭に北日本製鉄所が創業。幕西遊郭は料亭、精霊が引き締めき、最盛期となる。大正11年、室蘭市となり、兵器工場と化していく。幕西には軍人姿が目立つようになる。大正時代の室蘭、巨大な製鉄工場が目立つ。測量山の東に大きな神社と病院があり、その間に挟まれたエリアが幕西町。室蘭市によれば昭和18年、海軍力戦隊の指揮下、トンネルが掘られ、料亭常盤と私立病院の間が結ばれ、昭和20年、米軍の室蘭空襲の際、トンネルに設けられた地下診療所には、負傷兵が担ぎ込まれ、地獄絵図となったという。港町が見下ろせるんですよね。ちょっと降りてきたんですけどね。これいろいろアンテナがあると思う。あそこにコンクリートのですね、遺構がありますよね。多分海軍だったかな。監視施設があったんですよね。猫か。ここですね。ここに前ですね、幕西遊郭のですね、アーチがあったらしいんですね。これかな？これなんだろうね、多分ね。これが遊郭のエリアだったんですね。英国屋の来た。この坂を登って参りましょう。もう遊郭のなんか跡みたいなものはもう全部取り壊されて、住宅とかマンションとか、プリンスホテルもなんか百貨店だったみたいですね。お花屋さんだね。鍵盤は客席に芸者を斡旋し、有効料金を計算する事務所。これが八幡様に行く道だな。いやー、綺麗だな。昭和とですね、大正天皇が慰霊碑、艦砲射撃、受難者に御霊に捧ぐと。行ってみましょう。料亭常盤跡にね、プリンスホテルの裏のマンションの裏、これもプリンスホテルのあれですね、裏口なんですね。ここにあったんですね、常盤がね。かなりでかい料亭だったと思うね。花街のガイドブックで常盤の広告はひときわ大きかった。昭和13年、八幡宮方面に正面玄関を向けて新築。高級料亭として市内の要人たちの社交場となった。
室蘭鍵盤登録の3人の美女たち。花街案内本に掲載された室蘭の売れっ子芸妓たち。きっと艶やかな踊り、歌、三味線で楽しませてくれたんだろう。あそこら辺に多分防空壕の穴があって、昭和の割と近年まで出入りが、学生がなんか通学で使ったような話も聞きましたんで。トンネルの長さは約50メートル。人が立って歩ける高さで、幅は約4メートルだった。防爆よけの黒字型に曲がった構造をとっており、手術室など3室が設けられ、空襲時の避難診療室になっていた。ちょっとあそこまで行ってみたいけど、さすがにダメでしょうね。学校いっぱい並んでたのかな。おー、石垣はいいな。これは古い。雰囲気がいいね。測量山の本当ふもとだなって感じがする。わかりますかね、あそこのあたり。ちょっと私があそこ歩いて、ギリギリまで行ってあのあたりかね。こっちの電波じゃなくて、こっちの方に行くっていう。ね。で、こっち側が真国市町ですね。けども、木がいっぱいでですね、やぶこぎしながら、ここが多分ですね、真国市町と、常盤町のちょうど先端、境目ぐらいの先端の尾根のですね、ところだと思います。この下にトンネルがこう昔防空壕あったはずなんですね。なんかアパートがあったらしいですね。もともと姉さんたちがなんか住んでた独身寮みたいな、そんなような建物があったんですけど、今はものの見事にこう、崩壊してつつあるなって感じですね。楽にしっかりか。ここから坂を登っていくと、多くの鐘楼が立ち並んでいました。真国市坂で一番上にあった明治楼。立ち並ぶ鐘楼とおみこしの行列というインパクトある構図。これはお風呂屋さんだったかな。とかなんとかっていう。はい、ちょっと溜まっちゃったな。ここも常盤町の一番なんだよね。道営の団地で、ここに私立病院のですね、伝染病の病棟があったっていう話なんですね。あの辺りだと思うんだよな。防空壕の穴っていうか、病院に繋がってたっていう、ここに病棟があって、あれだな。埋めたっちゅうか、あれだろ。あそこ。コンクリになってるところ。あそこに防空壕っていうか、病棟へ抜けるって。時計屋さん。
ったんか。結構古そうな建物だな。あそこ怪しいですね。両手時はあの辺りだったの。あの新しいマンションの辺りだったんだと思うんですよね。戦争末期、両手時は買収され、トンネルが掘られ、病院への連絡路と防空壕として使われます。そのトンネルの様子を伝える貴重な写真。ここはこの黄色く四角い封鎖跡がトンネルの跡かもしれません。黄色の封鎖跡がトンネルの高校だとすると、このような線形で病院に通じていたと思われます。昭和20年7月14日の米軍による空襲の際、港の軍の船舶は攻撃され大破。多くの負傷兵がこの地下診療室に運ばれ、地獄絵図のような野戦病院と化しました。海水と重油でずぶ濡れに汚れた重傷者の緊急手術が麻酔もないまま繰り返され、裸電球の暗い手術の中は血の匂い、絶叫で溢れ、負傷兵のほとんどが死亡。彼らの切断された足がバケツに山のように積まれて残っていたという。あそこが電信浜ですね。常盤町、清水町なんですよね。で、測量山があって、